今日は素材を生成する新モード、サウンド生成の使い方を解説するよ。サウンド生成はワンショットやループ、効果音などの音素材を作れる生成。曲を作れるわけではないから、興味のない人も多いとは思うよ。ただ今までのスノでは出せない音を、サウンド生成はかなり楽に出せるので、今までとは違う生成ができる。その点ではかなりの大型アップデだね。サウンド生成は基本的にはスタイルで、指定した楽器単独の音が生成される。スタジオの楽器指定生成と似ているけど、サウンド生成の方が精度が高いよ。サウンド生成は画面の上部にあるカスタムのボタンから選択できる。サウンドを選ぶと生成画面が表示される。それぞれの設定項目を解説していくよ。サウンド欄はスタイル欄と同じ。基本的には楽器名や効果音名を入れる。音楽ジャンル名などを入れると、普通に曲が生成されてしまうよ。EDM、キックとジャンルプラス楽器名だと、そのジャンルの楽器音が出ることもある。ただ普通の曲になってしまうこともある。楽器指定生成ほど強制力はないね。タイプはワンショットとループが選べる。それぞれの効果を説明しておくと、ワンショットは楽器音が1回だけ鳴る。リズムを刻んだりすることはない。ループは2小節ないし4小節程度。秒数だと5秒から10秒程度のデータを作る。本来のループ素材は繰り返し再生すると、曲が延々とつながって聞こえるけど、スノだとループにならないことも多いよ。ループにするには多少の加工が必要になる。BPM は1から300までの数値が入力可能。ただ実際に使えるのは50から200程度かな。50未満や200超の BPM を入れても、指定した BPM にならないことが多い。また121のような細かい指定をしても、120や122と少しずれることも多い。これはスタイルの BPM 指定と同じだね。学習元の少ない BPM ほど効果が弱くなる。50から200の間で下1桁が0であれば、安定してその BPM にできるとは思うけど、生成する楽器によっても変わってくる。指定 BPM に必ずなるとは断言できないよ。ちなみにワンショットを指定したのに、ここで BPM を指定してしまうと、ワンショットの効果が消えてしまって、ループに近いデータが生成されるから注意。キーは12音のメジャーとマイナー、24のキーを指定することができるよ。ただ C や G シャープなどの主音は守られるけど、メジャーマイナーの指定は無視されやすい。C メジャー指定が A マイナーになるわけではなく、C メジャー指定が C マイナーになってしまうので、まあちょっと使いにくい仕様だね。生成結果に外れが混じってしまう。音楽知識のない人のために一応簡単に説明しておくと、本来はキーが一緒の音は同時に再生しても不自然にならない。ただスノのキー指定は不完全だから、同時に再生できない場合も多いってこと。ここまでの設定した内容は生成後にスタイル欄にも表示されるよ。というかさっきの設定画面って、この文字を入れるだけの機能に思える。スタイル欄で BPM やキーを指定するのと、さっきの設定は似たような性能なので、あまり信頼できるものではないよ。それは覚えておいた方がいいと思う。ここまで否定的な話が続いたけど、サウンド生成の魅力はいろいろな音が出せること。今日は試しにドラムをやってみようか。いろいろなドラムをひたすら聴いてみるよ。設定はループ、BPM120 にしてみるよ。ただ一部のドラムはループに対応できない。対応できないドラムはワンショットにする。詳しくは実例を聞きながら説明するよ。
聞いての通りサウンド生成は今までより出せる音がかなり多い。私も今まで出したかった音がいくつも出せて嬉しかったよ。ただまあ当たり前の話なんだけど、サウンド生成で音を出せても通常生成ではその音が出せない。スタイルも多いから気をつけてね。でもサウンドで生成したデータからエクステンドなどで曲を作ることはできるから、通常生成にも音を持ち込むことはできる。今回の BGM もエクステンドで音を持ち込んだよ。ただ特殊な音は通常生成だとすぐ消える。音を残し続けるのはかなり難しいね。通常生成ではあまり効果のないサウンド限定のスタイルを紹介するのはあまり需要はなさそうな気がするけど、まあ面白そうだからやってみようか。ということで次回はサウンド効果音編。ひたすら効果音を紹介していくよ。それじゃまたね。